ズンさんみたいに曲を作れたらかっこいいなと思うマリサだぜ。じゃあ、たくさん勉強しないといけないわねレイムです。私の天性の才能があればそんなのなくても。それ言うやつでちゃんとした曲作れる人なんてほぼいないから。今回は東宝プロジェクトの原作で使用されている道中曲を8つ紹介するぜ。道中曲って言えばキャラごとに用意されている曲と違って、ステージごとに用意されている曲よね。そうだぜ。今回は8曲紹介するぜ。そのうち、4つは東宝プロジェクト人気投票2022音楽部門から人気の高い道中曲を紹介して、あとの4つは投稿者のおすすめの道中楽曲だぜ。何かと人気キャラや好きなキャラの楽曲に注目が集まりがちだけど、いい道中曲もたくさんあるからね。だぜ。もしあまり道中曲を聴かない人がこの動画をきっかけに興味を持ってくれたら嬉しいぜ。もしこの動画が気に入ったり、このチャンネルに興味を持っていただけたのならチャンネル登録お願いします。高評価やコメントも動画作りのモチベーションにつながるからよろしくだぜ。最初は2022年に行われた東宝プロジェクト人気投票、音楽部門で全曲中7位を獲得した上海紅茶缶チャイニーズティーから紹介するぜ。全曲中で7位ってすごいわね。実際、この曲より上の順位の曲はこの通りで、一度は聞いたことある曲ばかり並んでいるぜ。この曲は東宝高魔教のステージ3の BGM として使われている。曲全体が中華っぽい曲なのよね。そうだな。どことなく明るく中華風の雰囲気を持っているから明治17年の上海アリスやメイリンとセットで扱われることも多いぜ。ちなみに書籍版の東宝文化庁によると、開発当初は東宝高魔教のタイトルは東宝紅茶館というタイトルにする予定だったことが語られている。そうなの？全然印象が違うじゃない。そうだな。ただこの曲は印象的な曲になると思い、ゲームのタイトルを曲名として与えたという経歴があるんだぜ。へえ、そうだったのね。ちなみにズンズミュージックコレクションボリューム3夢互い科学世紀チェンジアビリティオブストレンジドリームではセルフアレンジが収録されていて、主旋律の一部がバイオリンになっていたりとアレンジされているぜ。次は東宝風神6三面のステージ曲神々が恋した幻想郷を紹介するぜ。よろしく。この曲は上海紅茶缶チャイニーズティーと同じくらい人気のある道中曲で、2022年に開催された東宝プロジェクト人気投票音楽部門では8位になったぜ。8位。さっき紹介した上海紅茶缶チャイニーズティーは7位だったから、本当に同じくらい人気があるのね。もっと言うと2022年版の人気投票ではかなりの僅差で、この曲にあと16票入っていたら順位が逆転していたぜ。マジですか？曲そのものを紹介をするとコテコテの幻想郷節で、最上級のメロディアスな曲を意識して作られたんだぜ。幻想郷と非常にマッチした曲でもあるからボーカルアレンジやインストアレンジもかなり多いんだ。風神録に登場したキャラたちや妖怪の山、幻想郷の美しい風景を描いた動画の BGM として使われることも多いし、日本人はあまり所属していないけど、Facebook の東宝プロジェクトのグループで投稿されるファン動画なんかでもよく聞く楽曲となっているぜ。つまり、外国でも評価されている曲ってことね。そして、この曲のアレンジ楽曲もすごいのよね。有名どころで言えば幽閉サテライトの色は匂いヘドチリヌルオや、サウンドホリックの風の記憶、シルバーフォレストの霞舞う月の狼なんかが有名かな。特に幽閉サテライトの色は匂いヘドチリヌルオは、満腹神社の同人アニメーション作品、幻想万華鏡にも使われているし、2016年から2018年までのジョイサウンドのカラオケランキングではチルノのパーフェクト算数教室の順位を追い抜いて1位に輝いているぜ。東宝楽曲ってたくさんあるのに、その中で1位ってのがすごいわね。ただしよく混合されがちだが、この曲は道中曲であって、風神6三面のボス、川城ニトリの曲ではないぜ。ニトリには芥川龍之介のカッパというテーマ曲があるからな。次は上海紅茶館と同じ高魔教からの人気道中曲、魔女たちの100年祭を紹介するぜ。やっぱり高魔教って人気曲が多いわね。この曲は2022年版の東宝プロジェクト人気投票音楽部門で25位になったんだ。この曲は高魔教のエクストラステージの道中で流れる道中曲だぜ。曲自体は時折中華風なメロディが織り交ぜられているんだけど、これはズンさんが特にテーマを決めずに作曲をした結果とのこと。曲名の魔女たちの100年祭って何なの？この曲名にある魔法少女っていうのはエクストラ中ボスで魔女のパチュリーと、おまけテキストで吸血鬼にして魔法少女と解説されているエクストラステージのボスフランドールスカーレットのことを指しているぜ。じゃあ100年祭って？ズンさんはこの100年祭の部分にもコメントしているぜ。本来、100年祭とは100年に一度行われる祭りの一種という意味だけど、ズンさんは何が収穫されるのでしょう笑いとかなりぼかしたコメントだけを残しているぜ。あくまでご想像に任せるってスタンスなのね。アレンジ楽曲ではフランを表した曲が多いけど、エクストラステージの中ボスはあくまでパチュリーであることを忘れちゃいけないぜ。って言ってもその次にフランの登場という応援は彼女なのかが流れるから人気はそっちに向いちゃうのも仕方ない気が。ちなみにだが、PC スペックが正常の場合、曲が佳境に差し掛かったタイミングでパチュリーが出現し、中ボス戦となる仕様だぜ。
人気道中曲最後の紹介はラストリモートで締めるぜ。ラストリモートって言えばめちゃくちゃ人気のある曲ね。投稿者もよく使う再生リストの上の方に組み入れているくらいだし、東宝作品が出れば出るほど新しい曲が発表される関係上、人気投票では票がばらけるから仕方ないことだけど、2022年に行われた東宝プロジェクト人気投票の音楽部門で全曲中26位となっているぜ。ただし過去にはトップ10に入ったこともある人気曲だ。じゃあそろそろこの楽曲の紹介をお願い。この曲はチレイデンのエクストラステージの道中曲で、曲名のラストリモートは最後の遠隔という意味だぜ。どうしてこういう曲名になったのかしら？曲名的にメカニックっぽい曲だけど、幻想郷にメカらしいものってあんまりないような。推測だけどチレイデンには今まで登場したキャラたちが時期を遠隔で支援するという体で話が進んでいるんだ。そのシステムを使用するのもエクストラステージに突入したから最後ということでこの曲名になったと思われるぜ。そう考えると最後のステージ道中にふさわしい曲名になっているわね。ズンさんはこの曲名にもコメントしていて、なぜか急いでいる感じになっていますが、そこまで緊急な出来事があったわけでもなくみんなはのんきです、と語っているぜ。確かに、チレイデンの時の私たちを支援する奴らも一部はのんきそうな奴らだしね。奇遇だな。私も心当たりがあるぜ。曲自体は神秘的で静かなピアノパートが前半にあって、そこから徐々に盛り上げて、サビで一気に解放という疾走感のある壮大な曲になっているぜ。この曲を聴いたことがない人は一度最後まで聴いてほしいわ。投稿者もチレイデンのエクストラでサビに入った時、ゲームをする手が止まってしまうほどの大きな衝撃を受けたしね。ここからは投稿者おすすめの道中曲を紹介していくぜ。このチャンネル、意外と東宝プロジェクトのガチ勢も見ているから中途半端な紹介をすると叩かれるわよ。大丈夫、胸を張っておすすめできる道中曲の中からえりすぐりのものを4つピックアップしてきたから。で最初に紹介するのは天空ショー、エクストラステージの道中曲モードアには入れないだぜ。随分前に投稿したショート動画でも言っていたわね。この曲の内容はダークな雰囲気のピアノと、吸い込まれるような音で始まるメロディーが相変わらず後ろどの国の不気味さを印象づけるものの、だんだんとフェードインしてくるズンペットによって曲は盛り上がりを見せていくぜ。特に後半部分の一部はボス曲、ヒシンマターラのサビと重なるかっこよさがあるから、沖縄のテーマ曲でもあるヒシンマターラが好きな人であればハマるはずだぜ。この楽曲名って何か意味がありそうだけど、解説できる？できるぜ。このモードアには入れないという曲名を解説する前にズンさんのコメントから紹介する。ズンさんのコメントによると、エキストラのテーマです。覚悟を決めて再び飛び込んだ謎の世界です。不気味さと優しさを兼ね備えた曲になりました。難しそうってのが曲から伝わってきて気がめいります笑い、とのこと。ほうほう。で解説するとエクストラステージでは時期組たちが土曜の季節装備を持って後ろどの国に入るんだ。この土曜はどの季節にも属さない季節の境界だぜ。本編では春夏秋冬の季節を装備して沖縄に挑んだんだけど、6面終盤では季節装備が奪われる。それが原因で、最終場面では沖縄のドアから強制退出させられてしまうんだ。そうね、気がついたら幻想郷に戻されていたわ。その対抗策として季節が明確になっていない土曜の装備をすることで、ドアから強制退出させられないようにしたんだ。だけどそれは沖縄を倒さない限り私たちは後ろどの国から脱出できないということで、裏を返せば沖縄から逃げることはできないという意味になる。ズンさんのコメントでも覚悟を決めて再び飛び込んだ謎の世界とある通り、排水の陣とも言うべき覚悟で挑む私たちの心境を表していると言えるぜ。エクストラステージが6面ボスのリベンジっていうこともあって、しっかりとバックグラウンドがあるのね。次は交流道のエクストラステージの道中 BGM 幻想の地下大線路網を解説するぜ。よろしく。最初にズンさんのコメントを紹介すると、エキストラステージのテーマです。マガタマ酸素ボンベを手に入れて心置きなく、行動探検に行く霊夢たちをイメージしました。振り回されっぱなしだった彼女たちの逆襲が始まるはずだったのに、まさかさらに振り回されることになるとは、とのこと。さっき紹介したモードアにも入れないは天空ショーからの曲だし、この曲は交流道からか。比較的最近の曲が多めね。それはぶっちゃけたまたまだな。投稿者は本当に好きな道中曲をピックアップしているだけだし。じゃあ、この曲について解説してよ。この曲はコーラスから始まって、ピアノ、エレキギター、フルート、シンセサイザー、トランペットと複数の楽器をふんだんに使ったメロディになっていて、疾走感と力強さを兼ね備えた楽曲となっているぜ。舞台こそ4面と同じ交流道だけど私たちが初めて侵入した時の道中曲、廃れゆく産業以降がノスタルジックだったのに対して、この幻想の地下大線路網は麻楽で激しい曲調となっているぜ。ズンさんのコメント通り、まさしく危険で謎の多い交流道に再び向かう私たちを表しているような曲ね。最新の人気投票では150位という順位になってしまったけど、投稿者は内心再評価されないかなと思っていたりするぜ。
次はバレットフィリアたちの闇市場の中盤ステージの道中曲、闇市場は場所を選ばないを解説するぜ。最新作からじゃん。例のごとくズンさんからのコメントを紹介すると、サイの河原で使われているのでちょっと重そうな感じで始まりますが、全体的にはスピード感抜群の気持ちいい曲です。どんな場所でも気軽に楽しんでいるマリサをイメージしています。今回は随所にエキゾチックなメロディが散りばめられています。とのこと。なんかどことなくモードアには入れないのメロディに似ている部分があるわね。冒頭の奥に入るような部分とか、投稿者が好む曲の特徴がバレそうな気がするけど、ここまで紹介してきたようなズンさんが作る疾走感のある曲が好きなんだぜ。またズンさんのコメントにもあるけど、私が気軽に楽しんでいるイメージがぴったりハマっている曲と言えるな。リズム感とか中毒性高いし。最後に地霊殿の5面道中のテーマ曲敗北ララバイを紹介するぜ。了解。ズンさんからのコメントを紹介すると、5面のテーマです。灼熱地獄も罪人が落とされなくなってから、鬼が訪れることもなく怨霊と動物たちの遊び場と化している様子。実は人の住まなくなった建物とか見るとゾクゾクします。旧地獄も廃墟特有の切なさに包まれて、と想像して作った曲です。とのこと。ズンさん、廃墟とかの写真見るの案外好きそうだったりするしね。かもしれないな。この曲は5面ボスでもあるオリンとよく関連して楽曲だったりイラストだったりが投稿されているぜ。曲自体はどんなものになっているの？この曲の最大の特徴は風が吹きすさぶ自然音から始まるんだ。曲からも廃墟から漂う切なさを感じることができるはずだぜ。また東方楽曲はゲームで使用する都合上、基本的にループするような作りになっているんだけど、この敗北ララバイに関しては曲がループをしない仕上がりになっているぜ。へえ、そうなんだ。このことから数ある東方楽曲の中でも異彩を放っている曲になっている。ただループを持たない曲の構成上、敗北ララバイを音楽の聴けるサブスクや作業用 BGM で聴くとややぶつ切り感があるんだけどな。ちなみに楽曲名で何か解説できることってある？あるぜ。楽曲名の敗北はステージを表しているな。5面ステージである地底は旧地獄と呼ばれている場所で、場所としては廃墟になる。だから廃墟と旧地獄を合わせた敗北という名前になっているのね。だぜ。でこのララバイは一般的には子守歌と訳される。だけど別の意味として鎮魂歌という意味でも用いられるんだ。オリンって確か死体を持ち去るんだったっけ？じゃあ、鎮魂歌という意味で曲名にララバイをつけたなら、オリンが持ち去った死体に対しての命名ってこと？ただの考察になってしまうけどその可能性は十分にあるぜ。ということで今回の動画はここまでだぜ。東方楽曲ってキャラのテーマ曲が注目されがちだけど、自分好みの道中曲を探してみるのも悪くないかもね。投稿者的にはもう一回聞き直すとあれ？この曲好きかもみたいな再発見があるから案外楽しいぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。